美味しい。皆さん、こんにちは。本日、イタリアの家庭の伝統菓子、クロスタタディフルッタをご紹介したいと思います。クロスタタディフルッタとは、イタリアの伝統菓子なんですけど、基本的には下に、タルト生地を焼いて、タルト生地はイタリア語で言うとパスタフロッラと言います。パスタフロッラを焼いて、その上に、カスタードクリームを乗せて、その上にさらにフレッシュなフルーツを乗せるイタリアの伝統菓子です。なんですけど、今日はいろんなフルーツじゃなくて、天下一品のいちごを使ってそれを作ってみたいと思います。じゃあいつも通り愛を込めてお菓子を作っていきましょう。愛を込めてね。おじり気のない香り、素晴らしい。皆さん、この天下一品のいちごなんですけど、滋賀県野洲市にあるひょうたんなまずといういちごの農園のいちごです。そこのいちごはできるだけ農薬使わず、自家製の有機な肥料を使用して、いちごを栽培しています。農園の玄関に着く途端に感動するほど美味しいいちごの香りが漂ってきます。さらに農家の丹精を込めて、真心を込めて、愛を込めて、いちごの育て方を見ると感動します。あそこで販売してるいちごはいろんな種類があるんですけど、もちろん種類それぞれの特徴があるんですが、その中では特に真紅の水酢といういちごの種類がとても気に入りました。味見した時はなんかもう本当に蜂蜜ついてるような甘さだったので衝撃だった。いちごのコンセプトが変わりました。今まで食べた果物はいちごだったのような、感動しました。ここまで言うとなんか案件のように、見えるんですけど、ただ僕が大好きな食材を紹介するコーナーです。いつも言ってるんですけど、シェフはどんなに腕が磨いてても、どんなに能力あっても、タレントあっても、知識あっても、美味しい食材を使わないとなかなか美味しい料理できないです。それが僕の信念です。皆さん、概要欄に、インスタグラムのリンクを載せてありますので、ぜひぜひご参考になれば幸いです。よし、まずパスタフロッラを作りましょう。バターにほんの少しソルツ、常温に戻したバターふんと入れて柔らかくします。で、卵黄を入れてさらに少し混ぜます。しっかり混ぜて粗力粉を入れます。薄力粉入れたらこねるんじゃなくて、もうただ混ぜるだけです。こねすぎるとグルテンが出てホロホロに仕上げられることができない。さらにバターが温かくなりすぎると分離する可能性もあります。なのでさっと混ぜます。こんな感じで、いいね。こんな感じでコンパクトしたらしっかりラップして最低30分ぐらい、冷蔵庫で休ませましょう。パスタフロッラを、休ませる間に、クレーマパスティチェラカスタードクリームを作ってもう終わりです。それだけです。鍋に、牛乳を入れて火にかけて、でもちろんほんの少しソルツします。いい加減にしなさい。でも皆さん本当に
お菓子作るときもジェラートもそうだし、ちょっとソースを入れることによって全体的の食材の味を引き立てます。バニリア縦にカットして中にある種を外して牛乳の中に入れます。さやも入れます。ボウルに卵黄と砂糖を入れて混ぜます。コーンスターチも入れます。もう一回しっかり混ぜます。よし。牛乳しっかり温まったら、沸騰する必要はない。しっかり温まったら、こうしながらコンポストの中に入れます。で、もちろんもう一回丁寧に混ぜます。で、同じ鍋に戻して火を落とします。ゆっくり火にかけてしっかり混ぜましょう。鍋の底に当たりやすいからです。ダマ残らないように最後にちょっと泡立て器で混ぜます。で、混ぜながらしっかり沸騰させましょう。温度計で温度を上がらず、ただツヤツヤになったら完成です。今いい感じやね。ピカピカ、ツヤツヤ。で、火を消してゼラチンを入れます。しっかり混ぜます。こんな感じで。美味しいクレマペスティチェラはツヤツヤさから決められると言われている。で、しっかり落としたらしっかりすぐ氷水で冷やしましょう。そうすることによってこのツヤツヤさが守れます。あともちろん衛生的にももっと良いです。で、癒す時も膜が張らないようにラップして癒しましょう。で、しっかり癒したらもう一回ほぐして5分立てにした生クリームを加えて完成させます。これはね、実を言うとベースはカスタードクリームなんですけど、ゼラチンと生クリームを入れることによってババレーセというイタリアの伝統的なクリームの一つです。生クリームを入れることによってもっと軽くになって食べやすくなります。しっかり混ぜましょう。玉が残らないように。泡立て器で混ぜてもいいかなと思います。はい、玉が残らなかったらこれでクリームは完成です。で、パスタフローラなんですけど、しっかり休ませてから0.3、0.4センチぐらいまで伸ばします。で、しっかり均一に伸ばしたら型の上に乗せて形を作ります。優しくね。こんな感じでね。
としてで軽くフォークで穴を開けます。で形が崩れないように重しを乗せてで、180度に予熱されたオーブンで焼きます。だいたい20分ぐらいかかります。もちろん塩は普通に使っても大丈夫です。で、これでさらに、もう形崩れないのでさらに10分ぐらいを焼きましょう。しっかり焼いたら心ゆくまでクリームを絞りましょう。はい、自然の恵みを乗せていきます。上にピカピカさせるため、形がカットしても形が崩れないように、シロップゼリーをのせます。これは、このまま最低1時間ぐらいしっかり冷蔵庫で冷やしましょう。といっても一晩休ませて、パスタフローラがもっとしっとりになったらもっと本物の味になるかなと思います。よーし、お疲れ様でした。メレンダしながらいただきます。メレンダとは、だいたい3時半と5時の間にイタリア人がエスプレッソ飲みながら甘いものを食べます。アフタヌーンティーみたいなような文化です。よし、いただきます。これはずっと楽しみにしてた。まだちょっとホロホロ。実はね、もうちょっとしっとりしたらもっと美味しいかなと思うけどね。美味しい。懐かしい味やね。でももうこんなに美味しいイチゴを使ったらもう本当に丁寧に洗ってただ食べるだけです。で、このクリームとパスタフローラも最高やね。いいね。幸せ。イタリアのバール、イタリアの喫茶店にいるような気がするんやね。幸せ。皆さん、最後までご覧いただき、幾重にも感謝を申し上げます。香りはすごいよね、これ。